Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうも皆さんこんにちは。モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、久々だと思うんですけど、カメラの話ねちょっとしようかなと思っています。というのもこの間ね、仕事、半分仕事半分プライベートみたいなところでカメラについてちょっとね、語るっていうことがあったんですね。でその中で、やっぱりまだまだ僕が使っている富士フィルムのカメラですね、富士のカメラを使ってる人、特にこの動画領域で使ってる人って少ないんじゃないかなと思ってるので、改めてね、普段あんまり語らないんですけど、僕がなんで、富士フィルムをね使ってるのか、どういうところでねこの富士を選んでるのかっていうのを、改めてね、動画で皆さんにお話ししようかなと思います。これきっかけで、ちょっとでもね、富士フィルム動画で使ってみようかなっていう方がね増えてもらえればね嬉しいなと思ってます。やっぱり動画っていう領域だとソニーがねすごい強いんですよね。ソニーのカメラっていうのが、スペックで並べていくとやっぱりこれが一番いいよねってなりがちなんですけど、そうじゃないね、良さというか、カメラってもうスペックで語れないところもあるなと思っているので、そういうところね含めてちょっと今日はお話したいなと思ってます。なので僕がね今富士フィルムを使ってる理由と、あとね実際使ってる機種ですねご紹介するので、これから動画ね始めてみようっていう方はね、ぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。結構富士はエントリー向けだと僕思うので、そのあたりもねお話ししていきます。まずは1つ目の理由なんですけれども、これが理由で富士を使っている方っていうのは非常に多いと思います。特に写真とかでもそうだと思うんですけども、やっぱりね色味ですね。富士にしか出せない、独自のねやっぱ色味ってものがあります。でこれはねフィルムシミュレーションっていう富士がね独自に開発をしている、色のプリセットみたいなものがあるんですけども、それもね非常にこうそれぞれね情緒があってすごく素敵だなと思うんですけど、それに加えてやっぱりこの色の認識の仕方っていうのがやっぱり他社と違う風にね感じるんですね。すごくねこう柔らかい色味、そしてこう自然なね日本人好みの淡い色味でやっぱりまず取り込んでくれるので、そこからねいじってもその色が破綻しないんですね。特にこのね人間の肌の色とか、あとはこう緑とかですかね、こういったところの色の表現っていうのは、僕にいろんな他社のカメラ使ってきましたけど、一番やっぱ好みなのが富士フィルムなんですね。本当にこう自分で色をいじらなくてもこうね、自分が本当にこう好きな出したい色味っていうのが出せるし、他社のカメラでこの色をいじって出そうと思っても相当難しいんですよ。本当にこう写真の時代から、僕も含めいろんな人がねこれはチャレンジをしてると思うんですけど、富士の色を他社のカメラで再現するのはかなり難しいです。なのでこの富士の色を使いたいんだったらやっぱ富士をね使うしかないんだなっていうのはねやっぱりすごく思いますね。逆に言うと、すごいねこう取って出しの時点ですごい完成されている絵なので、あんまり後からいじりにくいなっていうのはあるんですけど、他のね、他社よりもちょっとこう編集能力は低いなと思うんですけども、本当にこう取って出しの綺麗さっていうところで言うとやっぱりね一番、富士が僕は好きなんですね。でかつ、動画ってあんまりね編集が聞きにくいんですよ。写真のローとかに比べるとどうしてもねこの撮った時の情報っていうのが非常に大事になってくるので、そういった面でね、やっぱりこう最初から綺麗な絵で撮れる、このね自分の気に入ったこの色味でね撮れる、富士フィルムっていうのはすごくね、僕には合ってるなと思って今これ使ってます。こういった情報ってなかなかこのね、テキストだったりこういうね動画で伝えづらいと思うんですよね。スペックだったら、例えばシャッタースピードがどれぐらいでとか、こう高感度耐性がねこれぐらいあってみたいな話って、説明しやすいと思うんですけど、やっぱりねこの情緒的なところってなかなかね言葉でスペックで語れない部分なので、やっぱりねこう自分で使ってみて、一回ねどんな絵が撮れるのかっていうのは試してほしいなっていうね気持ちがありますね。2つ目の理由なんですけども、これも本当にねスペックの話じゃないんですけど、見た目ですね。もうとにかくこの富士のカメラは使っててこう気持ちいい、かっこいい、自分がね満足のできる、デザインのねカメラだなと思っております。これはね僕が今持っている XT4 っていうね、カメラなんですけれども、やっぱりこのクラシカルな見た目ですよね。昔ながらの衣装っていうのを受け継ぎながらですね、こう中身はね、非常にこう今のね、ものに、合っているというか、このバリアングルをね、しっかり搭載をしてたりとか、しっかり動画の性能もね他の他社に引けを取らないものを持ってたりとか、設定の項目がねたくさんできたりとかっていう形で、このねデザインの良さっていうところは他社にないものだと思います。別にねその他社のカメラがねそんなにこう悪いっていう気はないんですけれども、僕好みなのはこのねやっぱり富士の
カメラなんですよね。このギャップがねいいというか、この見た目はこれなんだけど撮れる絵もねしっかり最先端のものを撮れるっていう、そこのねちょっとコンセプトがすごい好きだなと思ってやっぱり使っております。他にもね、例えばシグマの FP とかね、あの辺も1個ね尖ったデザインをしていて、でかつブランドのねデザインっていうのをしっかり体現しててすごく好きだなと思うんですけども、それとね対極に位置するというか、すごくねカメラらしい見た目っていうのをしっかり守っていて、でね、この中身も妥協しないっていうところがすごくね好きですね。やっぱりキャノンさん、ニコンさん、ソニーさんね、それぞれ特徴があると思うんですけれども、その中でもねより個性が際立ってると思うのがやっぱりこの富士とやっぱシグマだなと思ってます。でこの見た目って本当にすごい大事な要素だなと思っていて、やっぱりねいいカメラ、かっこいいカメラ、自分が気に入ってるカメラだと持ち出したくなるんですよね。で持ち出す回数が増えると撮れるね写真とか動画の枚数が増えるっていうことで、確実に普段のね表現の活動っていうところにも、これ関わってきてると思うんですよ。なのでやっぱりデザインで選ぶっていうのは非常に大事なことだなと思っていて、やっぱり僕がねこの MacBook を使ってるとか、あとはこういったね自分の好きな服を着るっていうのと同じ感覚でやっぱりカメラも選びたいなと思って、でその中でいくとやっぱりねこの富士のカメラっていうのは見た目っていうところだけでも選ぶね、価値があるなと思っているので、これは本当に好みなんですけど、やっぱり大事な要素だなと思ったのでここでお伝えしておきます。そして3つ目のポイントなんですけれども、それはですね、このサイズ感かなと思います。この、富士フィルムのね、特徴っていうのが APS-C っていう、センサーを搭載しているね、カメラなんですね。これねカメラ詳しい方だったら分かると思うんですけれども、これから買うよっていう方はあんまりねちょっと馴染みがね、薄い言葉だと思うんですけど、今ソニー、キヤノン、あとニコンとかかな、いわゆるほとんど他社のカメラっていうのはフルサイズっていうフォーマットを使ってるんですね。でそのフォーマットは、非常にセンサーが大きくって、その分ダイナミックレンジとかも優秀で、いい映画撮れますっていうセンサーなんですけども、このね富士フィルムに関してはそれより1個ちっちゃなセンサーをね使ってます。でもずっと昔からそのちっちゃなね APS-C っていうセンサーの中でいかにねいい絵作りができるかっていうところで挑戦を続けてるメーカーなんですけれども、そのねセンサーサイズがねちっちゃい分ですね、ちっちゃいカメラがね多いです。これは僕が使ってる XS10 っていうものなんですけれども、本当にねこんな形でもう手の中にね収まっちゃう、乗っちゃうぐらいのカメラなんですね。でこれで、センサーはねこの他のねフラッグシップとかと同じねものを使ったりするので、撮れる絵は変わらなくてっていうところで、非常にですねこんな形にコンパクトなね、形で持ち運べるんですね。これだったら首から下げてっても本当にちっちゃくて、おしゃれだなと思いますし、あとそれに加えてこのセンサーサイズがちっちゃいことによってレンズもちっちゃくできるんですよね。どうしてもこのねフルサイズだとこのレンズが大きくなっちゃうので、持ち運びをする時に結構大きなね荷物になっちゃうことが多いんですけれども、これだとこのレンズも含めてコンパクトでねシステム化して持ち運ぶことができるので、そこもね本当に僕はね好きなところですね。このサイズっていうところで選んでるところもあります。僕毎日ねこのカメラカバンに入れて持ち運んでるので、できるだけちっちゃい方がいいんですよ。ちっちゃくてそれでいてねしっかりとした絵が撮れるっていうのがやっぱり一番理想なので、そういったところでね非常にバランスがいいなと思ってるのがこの富士のねサイズ感ですね。これね XS10 なんですけど、僕今欲しいのは X のE4 とか X の 100V とかね、他にもこのコンパクト系のシリーズがあるのでそっちちょっとね欲しいなと思ってるんですけど、今非常にもう大人気で XE4 とかはもう予約してもね3ヶ月待ちとかそれぐらいの状況なんですね。かなり在庫が今少なくなってる、人気が出てるなっていうところをね感じているので、もしね手に入れられる機会があったらですねちょっと早めに買っといてもいいんじゃないかなと思います。というわけで僕がね富士を選んでる、3つの理由っていうのがねさっきお話したもので、色味と、この見た目の良さ、そしてこのサイズ感っていうねこの3点ですね。なのでどれもねスペックで語れないんですよね。本当に情緒的なところなんですけども、やっぱりそこを大事にしたいなと思って使っております。なんだろうな、例えば高身長高収入、家柄も良くてもスペック的には申し分ない男だけどどうしても性格が合わなくて無理みたいなねことってあると思うんですけども、それと同じような感覚で、多分スペックだけで並べたら他社のねカメラの方がいいよっていうものがたくさんあるんですけれども、やっぱりそうじゃなくて、性格的な部分使ってて気持ちいいとか自分のね好きな表現ができるっていうところで僕はね、この富士のカメラを選んで使ってます。
でここからはねちょっと簡単に僕が使っている富士のカメラ、3台あるので、簡単にね、どこがどういいのかって話をちょっとしていこうと思います。でまずはねこの XT4 っていうカメラ、これはすごくいいカメラだと思います。もう発売されたのはもう2年前とか3年前ぐらいの話なんですけども、最近まで僕もねずっと現役で、これをメインカメラとして使っていました。そして、僕がねこの富士フィルムで動画を撮るきっかけになったのもこのカメラです。で、やっぱりね、さっきお話しした通りなんですけども、この見た目はねすごくかっこいいです。このダイヤル式のね、軍艦が上についていて、いかにもねこのレトロなカメラっていうところをこう表現しつつも、さっき言ったねこの、初めてでもないかな、しっかりねちゃんと動画用にですねこの富士が開発をしてくれたカメラで、ちゃんとバリアングルもついてるし、手ブレ補正も強力だし、電池も持つし、このね動画を撮る性能も良くて、フォーカスもねまず優秀っていうのがこの XT4 です。今ね例えば、これから紹介するカメラの中で僕が一つだけ新しく今ね富士のカメラ買おうと思ってますっていう方におすすめするとしたら、僕はこの XT4 をねおすすめします。これはね、結構前のカメラなんですけども、今でも現役でね本当に使えるし、僕もやっぱりこれ持ち歩きたいなと思うカメラですね。本当にもう手に馴染みが良くて、もうかっこいいカメラ。このね、シャッター音もねすごくこの優しくて、このカチャっていう感じがねすごくこのね繊細なシャッター音をね、出してくれる、僕はねすごく気に入ってるカメラですね。これはぜひね一回使ってほしいなと思う一台です。でレンズはねずっとこの XF の 35mmF1.4 っていうものをね、使ってます。でこれもねすごくいいレンズですね。昔のレンズ、本当に10年前ぐらいのレンズなんですけれども、いまだにねこの、最新のね機種につけることができて、ちょっとこのフォーカスが遅かったりとか迷ったりとかっていうところはあるんですけど、撮れる絵は一級品です。未だに一級品なので、写真メインとかだったら全く問題ないですし、僕はね、これで2年間ぐらいずっと動画もね撮っていました。なのでこれのねちょっと新しいモデル出してほしいなと思うんですけど、すごいですね。この大きさも含めてこのね、セットっていうのは気に入ってます。続いてねもう一つ僕が今使っているのが、こちらのね、XH2S というですね最近発売された、富士フィルムのねカメラですね。これを普段の動画撮影、家の中でのね撮影ではメインで使っております。で、これのね、特徴としてはね本当にこう、動画用に作られた富士フィルムっていう形で、同じようにねこのバリアングルがついていて、で上の方にねこう電子モニターがついているってものなんですけれども、やっぱりですねフォーカスの、性能っていうのがね大幅に上がりました。ここからね新しいこうセンサープロセッサーっていうのを搭載しているんですけれども、非常にですねこうバチッとピントをね綺麗に合わせてくれるんですね。今まで X の T4 とかだとちょっとね迷うなみたいなところもあったんですけれども、このね H2S からは本当にねこうねピントがこう食いついて離れない、すごくいいね、このオートフォーカス性能を搭載してくれてるなっていう形を思うので、やっぱりこう動画メインでねやってる僕としてはこのオートフォーカスはやっぱりすごく魅力的だなっていうことで、これ購入しました。グリップもねめちゃめちゃ深いですし、すごくねこう、撮影してる時にこう撮ってるなっていう感覚があるカメラでもあります。で、一応ねやっぱりこれ最新のカメラ、最新のこうねプロセッサーを搭載したものなので、それに合わせて、レンズもねやっぱりこうね新しいものに合わせてあげた方が、よりですねこの性能を生かせるんだろうなっていうところで、このね、XF の 33mm の F1.4、これも最近発売された、レンズなんですけども、こちらを使っております。でこれによって、非常にこうね撮影の体験というのはこう気持ちよく、すごくねやりやすくなったんですけど、一個ね逆にこれ使ってて思うのはね大きくなりすぎちゃったんですよね。このレンズもそうだし、この、本体もね結構でっかく感じる、ずっしりね重みもそうだし、この体積もね感じるので、これだとちょっとね他のフルサイズのカメラとあんまりねこう変わらなくなってきたなっていうふうに思うんですね。なのでこれはねあくまでこう家でのね撮影用とか、今日はしっかり撮影をねしたいなっていう時に持ち運ぶ用のもので、ちょっと普段使いのねカメラとしては、持ち運ぶことはねあんまりないね、1台になってますね。そして最後の1台がこちら XS10 ですね。これも
もね最近活躍してくれてます。というのもさっきね、紹介した XH2S ですね、あれが今メインカメラなんですけども、あれをちょっと持ち運ぶのがちょっとしんどいなと思って、で持ち運びは本当にこうね軽いカメラがいいなと思って、こちらのね XS10 を今ね使っています。で僕ね基本的に今外で大体このカメラ使う時は写真がメインなので、あんまりこう動画はね撮らないので、レンズもできるだけこうちっちゃくて軽くて、それでいて映るね絵もいいっていうところで、このマニュアルフォーカスのレンズですね、セブンアルチザンっていうところの 35mm の F1.2 のね、レンズ使っております。これだと本当にねこうコンパクトなシステムで、しっかりね写真も撮れちゃうのでめちゃめちゃね気に入ってます。さっきも言ったんですけど、この XS10 ですね、さっき紹介した T4 と同じねセンサー使ってるんですね。なのでサイズ感はちっちゃいんですけれども、撮れる絵はね一緒なんですよ。写真も動画も同じクオリティの絵撮れるので、正直ねこの S10 だけでもいいんじゃないかなって思う時はね多々あります。僕もねこの S10 をねちょっとメイン機種として、使おうかなと思ってたね時期もねかなりありました。一つだけねこの T4 とこの S10 で、僕がねちょっと使い勝手なところで違ったのが電池の持ちですね。結構この S10 は昔のバッテリーなので電池があんまり持たないんですよ。本当にこう動画撮ってても30分ぐらいでこう電池がね切れちゃったりするので、ちょっとね動画メインの僕としては使いづらいなと思ったんですけど、写真だとね本当にこう数日持つので、1日2日はね絶対に持つので、写真メインの方で富士をねこう味わいたいっていう方はこの S10 から始めてみるのもねいいと思います。価格もね結構安いですし、エントリーとしてはねすごくおすすめしたいですね。さっきのT4 は本当にねよりこう富士らしいこうデザインを楽しみたいとか、動画もしっかり撮りたいっていう方はこっちで、よりコンパクトさとかあとねコスパをね重視したい方はこちらをね選ぶっていうのは本当にねこうある話だなと思いますね。どっちもねすごくコーツつけがたい、それぞれの良さがあるこの2機種ですね。でこの2つと今ね動画を撮影しているこの XH2S っていうところで今はね動画の撮影、写真の撮影っていうのを僕は行っております。はい、というわけでここまでねこの富士フィルムのカメラのいいところ、そして僕がね使っているこの機種ですね、お話をさせていただきました。最近はねタムロンとかシグマとか他のサードパーティーのねレンズメーカーさんも参入してきてくれていて、どんどんねこの X マウントのね広がりっていうところも感じます。一番僕が楽しみにしているのは一応年内にね発表されるっていうふうに言われているF2.8 同士のズームレンズ、シグマさんがね出してくれるらしいんですけども、それとかね使えるようになったらもう Vlog もね本当にこう撮りやすくなるし、なんなら普段のね撮影もそれ一本でできるんじゃないかなっていうぐらいで、かなりねそれは楽しみにね、出るのを楽しみにしてます。本当にねこう3、4年前ぐらいまではまだまだね富士フィルムはやっぱりこう写真用のカメラだなっていうところだったんですけれども、やっぱりこの XT4 がね出てからここのね、カメラを皮切りに本当にこう動画を撮るっていうところでもすごくねいいカメラに仕上がってきてるなというふうに僕はすごく感じているので、ソニー、キャノン、あとシグマですね、この辺のカメラは一通り僕試したことがあるんですけども、その中でもねやっぱり僕が今ね選んで使いたいなと思ってるのがこのね富士のカメラなので、今日はね、ちょっとそういう同じように感じてくれる人がね、増えないかなと思って、動画をね撮ってみました。このサイズもちっちゃいし、そんなにねこう絵の編集もいらないし、何よりねこう安いんですよね。他社の同じラインのカメラを買おうとすると結構ねこれの、1.5 倍からこう2倍ぐらいのね値段しちゃうんですけれども、だいぶねお値段的にもお求めやすいね、メーカーかなとも思うので、ぜひですね動画用にちゃんとしたカメラが欲しい、しっかりとしたね映像でいいね色味でね撮りたいっていう方は、富士フィルムねすごくいいよと思うので、ぜひ参考にしてみてください。もしね富士のカメラ使ってますっていう方いたらねコメント欄でこうどんなね機種使ってますか、どんなレンズ使ってますっていうのはぜひね教えてほしいですし、何かねこう質問とかあれば、コメントでいただければこうね、お返事させていただこうと思いますので、ぜひねどしどし、コメントもお願いいたします。はい、こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういったガジェットのお話とかインテリアのお話ですねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。